皆さん、こんにちは。今日も私の動画を見てくれてありがとう。今日も一人で話す動画を作りたいと思います。前の動画にたくさんコメントをくれて本当にありがとうございました。コメントを全部読んでるので、私が話していることについて何か意見があったり、何かシェアしたいことがあったら、ぜひコメントでシェアしてね。本当にね、コメント読んでると、このコミュニティの人は優しい人が多いなーって思うんですよ。優しくて繊細な人が多いのかなって思うんですよね。うん。で、本当にね、コメントを読むたびにもっとこういう動画を作ろうっていうモチベーションが湧いてくるから、本当にありがとう。本当に感謝してます。はい。今日は、このね、今日もこの抹茶を、あれなんかちょっと下に沈んじゃった。はあ。なんかこれさ、理科の実験のフラスコみたいじゃない？可愛くないこれ。はい。どうでもいいんだけど、抹茶を飲みながら話したいと思います。はい。乾杯。やっぱりね、夏の抹茶はいいですよね。抹茶は体の体温を下げる。多分そうだよね。なんか嘘ついてないかな、私。多分昔読んだことがあるんだけど、抹茶はカフェインが入ってるから体の体温を下げるって聞いたことがあるんだけど、だから夏にはいいと思います。はい、後で調べて、もし間違ってたらこれ全部カットします。はい。あの、こういう風に一人で話してる動画が大好きって言ってくれる人が結構多くて嬉しいです。だからこれから、うーん、なんか、日本語のミク先生じゃなくて、ミクとして最近考えてることとか、疑問に思っていることとか、日々考えてることをシェアしたいなと思っています。で、こういうふうに YouTube でもシェアしてるし、ポッドキャストでもいろんなことを話してるので、もしまだポッドキャストを聞いたことがないよっていう人は、下にリンクを貼っておくので、ポッドキャストも聞いてみてください。で、もうちょっと短い動画が見たい人は、インスタグラムでも動画をアップロードしてるから、あとインスタグラムではもっと、日常的なことをシェアしたりもしてるから、ストーリーで。だから、もっと私とつながりたい人とか、もうちょっと短いコンテンツも見たい人は、インスタグラムも下にリンクを貼っておくので、もしよかったら見てみてね。はい、そうですね。うん。今日は何の話をしようかなってちょっと考えてたんだけど、一番最近私が考えてることについて話したいと思います。で、こういうふうに私が自由に話していることは結構本当にいつも私が使うような単語、難しい単語を使ったり、難しい表現を使ったりするから、日本語と英語を一緒につけている字幕があるので、英語の字幕を選択してください。そうすると、日本語も英語も同時に一緒に見ることができます。はい。皆さんは、ドン・ミゲル・ルイスさん。多分ドン・ミゲル・ルイスさんだと思う。ドン・ミゲル・ルイス・ジュニアじゃなくて、ドン・ミゲル・ルイスさんの4つの約束っていう本を読んだことがありますか？これピント合ってるかな？今更だけど。合ってるね。4つの約束っていう本があるんですけど、これはね、私のバイブル、聖書みたいなものなんですけど、本当に初めて読んだ時は、もう衝撃を受けました。うわぁ、これすごいなーって、本当に感動したのを覚えてるんですけど、4つの約束っていうのはメキシコのトルテック族。スペイン語だとトルテカって言うと思うんだけど、日本語ではトルテック族って言うんですね。トルテック族の昔からの英知。英知っていうのはもうそうですね。その民族がずっと引き継いできた、まあ言ったら哲学でもあるのかな？英知をシェアしてる本なんだけど、
そこにね、4つ人生でこれをすると、まあ、意識的に生きられますよっていう本なんですね。まあ、意識的に生きられるし、苦しまずに生きられるよっていう本なんですけど、私はこういう哲学的な本大好きなんですよ。あとは、Power of Now っていう本ですね。エカトレさんの本とか、そういう哲学的な本大好きですね。あと、パウロ・コエリョさんのアルケミストとか、なんかそういう人生について考えさせられる本が大好きなんですよね。で、その中でも私の聖書は、この4つの約束っていう本なんだけど、まあ、皆さんに一回読んでみてほしい。ぜひ見てほしいんだけど、その中の4つの約束の中の1つで、物事を個人的に受け取らないっていう考え方があるんですよ。物事っていうのは、まあ、その起きてることですね。で、個人的に受け取らない。受け取るっていうのは受けるってことですね。だから、まあ、英語に訳すと、don't take it personally っていう意味なんだけど、これが難しいんですよね。生きていると難しいなって思うことがあるんですけど、まあ、例えば、私の例を挙げると、私はね、昔から結構その物事を個人的に受け取ってしまうタイプだったんですよね、子供の頃。結構いろんなことを気にしてしまう繊細な子供だったと思います。結構子供の頃から他の人にどう思われてるかとか、すごく気にするタイプだったんですよね。まあそれはいろんな、子供の頃の経験からそういう習慣が身についたんだと思うんだけど、結構その他の人が、機嫌が悪かったりしたら、それに影響を受けたりとか、他の人の顔色を伺うって日本語で言うんだけど、顔色を伺うっていうのは、他の人は今日は機嫌がいいかなとか、今日は大丈夫かなとか、私がこれ言ったらこの人は怒るかなっていうふうに、この他の人のことを結構考えて、自分を出せない子供だったと思うんですよね。3歳とか4歳の頃はそうじゃなかったんだけど、だんだん小学校に入って、で、小学校も一つの社会じゃないですか。で、次は中学校に入って、部活動、クラブアクティビティとかをし始めて、いろんな、考え方に影響を受けて、他の人の考えてることとか、他の人が私のことをどう思ってるかっていうのを気にするようになったと思います。子供の頃全くそういうことを、みんなもそうだと思うけど気にしなかったし、すごく天真爛漫な子供だったんですよね。天真爛漫っていうのは、本当に、楽しい時はもうめっちゃ楽しそうにして、悲しい時はもうボロ泣きして、怒ってる時は本気で怒ってっていう風にもう感情が、そのまま出るような、すごい感情の表現が豊かな子供、まあ激しかったと思います。感情の表現が激しい子供だったんですよね。だからその時はあんまり他の人の考えてることとか気にしてなかったけど、だんだん成長するにつれて、他の人が言ってることとか、他の人の態度とか機嫌とかを、例えば自分のせいだと思ってしまうようになったりとか、あとはそうですね。例えば他の人が機嫌が悪かったら、私のせいかなって思ったりするような子供だったんですよ。で、まあ子供の時はそんな感じで、子供って言っても10代かな ?10 代はそんな感じで、20歳になって、20代の、まあそうだね、後半ぐらいになるまで、そんな感じだったと思う。この4つの約束を読んだのは27歳とかだったから、その時に気づいたのかもしれないけど、本当に今思うのは、なんで物事を個人的に受け取らない方がいいかっていうと、
このドン・ミゲル・ルイスさんも言ってるんだけど、みんなそれぞれ全く違うフィルターで世界を見てるっていうことに気づいたんですよね。この本のおかげで。その同じものを見ていても、例えばこの同じ抹茶っていうのを見てても、見え方が全然違う。抹茶が嫌いな人はなんか気持ち悪いって思うと思うし、抹茶が好きな人は抹茶のこの色を見るだけでワクワクすると思うし、なんか健康オタクな人は、これは体にいいっていう風に見るかもしれないし、これ抹茶のすごいシンプルな例なんだけど、例えば何か一つのことが起きたとき、例えば雨が降るっていうことでも、雨が好きな人とか、雨上がりの匂いってあるじゃないですか。ちょっと独特な匂いが好きな人は、雨が降ってるのを見て、雨が止んだ後のあの匂いが今日も嗅げるのかなとか思うかもしれないし、雨の音が好きな人は、休みの日に雨が降っても、この雨の音を聞きながら、今日はお気に入りの映画を見ようとか思うかもしれない。でも、雨が好きじゃない人にとっては、もう今日も雨かよ、もう、今日も出かけようと思ってたのに、今日スポーツできないし最悪、みたいな感じで、その一つのことが起きてても、全く違うフィルターで物事を見てると思うんですよね。で、私は、これは、人それぞれ違うと思ってるし、あとは文化によっても違う。例えばこの間、相槌人の話を聞いてるときに、そうなんだ、っていうこの一つの行動に対しても、例えば日本だったら、それはいいこと。でも、英語で、いや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 、って言ったら、またその話を早く終わらせてほしいっていう違う意味になって、それはネガティブに捉える人もいるじゃないですか。だから文化によっても当たり前だと思ってることが全然違うんですよね。私は生まれも育ちも日本だから、その日本の常識とか、常識っていうのは当たり前だと思ってることとか、その日本の価値観ですよね。社会の価値観とかに影響を受けて、育ってきたから、その価値観で初めて海外に来た時に、全然違うって思ったんですよね。本当にいいって私が思ってたこともこっちでは良くなかったりするから、本当に生まれた場所によってもフィルターっていうのは違うと思うんですよね。だから言語を勉強すると私はすごくいいなと思うのは、その自分のフィルターがすべてじゃない。何かあっても、その日本の常識で物事を見なくなるから、この国ではこういう感じなんだなとか、この国ではこれはいいことなんだなっていうふうに、ちょっと柔軟に考えられるようになるんですよね。言語を勉強すると。本当に言語を勉強するっていうのは、全然違う世界に入っていくことだと思うから、私はスペイン語と英語を勉強したんだけど、スペイン語にはスペイン語の表現の仕方があるし、価値観があるし、英語には英語の表現の仕方があって、で、英語でしか聞かないフレーズとかもあって、そのフレーズの中に新しい世界があったりとか、新しい価値観があったりすると思うんですよね。で、私が日本語を教えてて思うのは、この日本語の深い、言葉の意味を伝えたり、シェアしたりすることで、また、みんなの中に新しい、日本の世界が生まれたらいいなって思いながら、私はコンテンツを作ってるんだけど、全然違う話になってきたな。私すぐ脱線するから、何の話してたっけって途中でわからなくなるんだけど、そうだね。全然違うフィルターで、とにかくみんな物事を見てるんですよ。だから、最近ね、脳科学、ニューロサイエンスも勉強してて思うのは、例えば、みんなが自分のことをどう思っているか気になるって思ってるとするじゃないですか。
でも、本当に脳科学的にも、その一人一人の脳は違うし、一人一人のそのフィルターは違うから、例えば、A さんがいるとするじゃないですか。A さん、B さん、C さん。A さんの中にある私のイメージと、B さんの中にある私のイメージと、C さんの中にある私のイメージは全然違うと思うんですよ。本当に見え方は人それぞれだと思うんですよ。物事を個人的に受け取らないっていうのは、その人が考えてることっていうのはその人の世界の中だから、私にはコントロールできない。全くコントロールできないことだと思うんですよね。私がコントロールできるのは、私が私のことをどう思ってるかと、私がその起きた物事に対してどんな行動をとるかっていうことだけで、他の人がどうするかとか、他の人がそれについてどう考えるかっていうことは、全くコントロールできないことなのに、コントロールしようとするから苦しくなるんですよね。コントロールしようとしたり、それを気にするから、そのありのままの自分でいれなくなると思うんですよ。本当はもうありのままの自分でいいのに、もう十分だし素晴らしいしユニークで本当に素敵なのに、他の人にどう思われてるかなって気にして生きてたら、本当に自分らしく輝けないですよね。まあそれがまず一つと、もう一つは、例えば、皆さんの友達で、連絡してるのに全然返事返してこない人がいるとするじゃないですか。なんか、私ばっかり連絡してて、なんか遊ぼうって言ったりとか、今日空いてるって言ったりとか、こっちばっかり連絡してて、相手は全然連絡してくれないとするじゃないですか。物事を個人的に受け取ってしまうと、例えば、この人は私のこと好きじゃないのかなとか、この人はあんまり遊びたくないのかなって思うと思うんですよね。でも、それって、その自分の頭の中でストーリーを作っているだけで、もしかしたらその人は今人生で何か大変なことがあるのかもしれないし、いろんなストレスがあって、ちょっと連絡する暇がないのかもしれない。本当にわからないんですよね。その人がどんなことを考えてるかとか、どんな世界に生きてるかっていうのはわからないから、それをなんか私が悪いのかなって思ったり、私が嫌われてるのかなって思ったりしてしまうのは、それは例えば子供の頃の傷だったりとか、昔からの考え方の癖だったりするんですよね。私はこれはセラピーに通い始めてから気づいたことなんだけど、思考パターンっていうのが人それぞれあって、私にもあるし、みんなにもあると思うんだけど、子供の頃からの、思考パターンっていうのは大人になっても変わらなかったりするんですよね。で、こういう本を読んだりとかして、で、それで気づいて、その思考パターンを意識的に変えたら、また新しい思考パターン、新しい考え方のパターンが生まれるんだけど、無意識に生きてると、結構昔の傷ついた経験からの思考パターンが残ってたりするんですよね。本当に私はこれ自分の経験からも言えるんだけど、で、それに気づいて、こういうことがあったから、私はこういうふうに考えてるんだなって気づくと、私のセラピストも、言ってるんだけど、気づくことが90%の仕事。ほとんどの人はそれに気づかない。でも気づくだけで変えることができる。まただって気づいたら、意識的にそれを変えることができるから。だから私が最近、意識的に考えてるのは、物事を個人的に受け取らないこと。まあこれはね、もう前から知ってるんだけど、何回も何回も思い出してますね。うん。そう。そうだね。本当に人それぞれ違うフィルターで見てるっていうの面白いですよね。脳科学で勉強したことは、本当にそういう脳のフィルターっていうのは本当にあって、99%の情報は、そのフィルター
から通さないんですよね。その 99% のことは無意識に行くんですよね。アンコンチャスに行くんですよ。で、その 1% は自分のフィルターを通して入ってくる情報なんだけど、その入ってくる情報は自分で選んでるんですよ。で、その選んでる情報っていうのは、言ったら自分に都合がいいように見えてる。自分が都合がいいように見えてたりとか、あとは自分の脳の部分が必要だと思ってることが入ってくるんですよね。そう。だから、言語学習でも面白いなって思うのは、例えば新しい単語を勉強するじゃないですか。で、新しい単語をノートに書いて、で、普通に日常生活生きてると、例えば日本に住んでると、皆さんが日本に住んでるとして、新しい単語を覚えて、で、そのノートに書くと、その単語ばっかり聞こえてくるっていう経験したことないですか？私は英語とかスペイン語を勉強してて、そういう経験が本当にたくさんあったんだけど、それは、書いたから、その単語を意識するようになったんですよね、脳が。で、意識するようになったから、その単語が入ってくるようになっただけで、その前からもその単語はいろんな人に使われてて、脳が別にそれは大切じゃないと思うから、通さないんですよね、そのフィルターを。その 99% の脳に入ってこない情報になっちゃうんですよね。でも書くと、その脳が、これは大切な単語なんだって思うから、聞こえてくるようになるんですよ。で、これは、言語学習だけじゃなくて、人生でもそうで、意識し始めるとそればっかり見えてくることないですか？例えば、この車が欲しいって思い始めたら、なんかその車ばっかり見るようになったりとか、そういうことってあると思うんですよね。だから意識すると見えてくるっていうのは、本当に、脳科学的にもあるみたいなんですよ。科学的に証明されてること。だから、フィルターも、言ったら自分のフィルターはいろんな今までの経験とか、今までの経験を通してできた価値観とかを通して見ているから、私が見ている世界とみんなが見ている世界はまた違うと思うんですよね。で、みんなが見ている私と私が思っているミクも違うと思う。だから例えばね、こういうふうにコンテンツを作ってると、いろんなコメントを来るんですよね。99.999% は本当にポジティブで愛に溢れたコメントなんですけど、0.0001%、例えばアンチコメントが来るじゃないですか。で、昔は私はそのアンチコメントに対して、それを真実だと思ってたんですよね。それを本当のことだと思って、で、それを自分で信じてしまうから、すっごく影響を受けてたんですよ。例えば、なんだろうな。ミクは最近面白くない。最近面白くないっていうコメントが、ね、なんか来たことが、それはなかったね。来たとするじゃないですか、そういうコメントがね。で、私がそれを個人的に受け取ってしまって、それを私の真実だと思って受け取ってしまう。私面白くないんだって思ったらそれは真実になってしまう。それを信じた時点で私の中の真実になって苦しんでしまう。でも、それはそのコメントした人の真実で、そのコメントした人のフィルターを通して私を見て、で、その人が作ったイメージなんですよね。その自分の脳の中で作ったイメージだから、私のものじゃないんですよ。私が個人的に受け取らなくてもいいんですよ。でも私たち人間は社会的な生き物だから、やっぱり昔は、そういうの周りの人にどう思われてるか、周りの人に嫌われるイコール、命に関わる
ことだったんですよね。だってその一人では生きていけないから。一人でジャングルの中に行って、狩りをして、一人で料理してっていう風に生きていくことができなかったから、そのグループで生きていかなきゃいけなかったから、そのグループで嫌われると、もうそれは命の危険だったと思うんですよね。で、そういう風にずっと生きてきて、その人間の脳ってあんまり変わってないらしいんですよ。社会は進化してるけど、人間の脳は変わらないから、やっぱりその他の人に嫌われるとか、他の人にどう思われるかとか、そういうことを気にしてしまうのはもう当たり前なんですよね。だってそういう脳だから。でも、もうそんなこと考えなくてもいいじゃないですか。もう自分らしく生きれる時代に私たちは生まれてきたわけで、ジャングルの中に生きてるわけじゃないから、自分らしく生きていいんですよ。で、例えば、何か新しいことをやりたいけど、他の人にこう思われたらどうしようとか気にしてるなら、気にしなくていいんですよ。だってそれはその人の考え方だし、それはその人のフィルターを通して見たこと。その人の真実だけど、みんなの真実じゃない。例えば何かやりたいことがあって、いや、それはちょっと難しいんじゃないとか。いや、それは、もうちょっと安全な道を行った方がいいんじゃないって言われたとするじゃないですか。でもそれはその人のフィルターで見た真実なんですよ。で、そのフィルターは、その人の今までの経験とか、他の人に言われたこととか、いろんなことに影響を受けたフィルターだから、みんなのフィルターじゃないんですよね。そう。で、例えば言われたことを私たちが、そうだよねって受け取るか受け取らないかは、私たちがコントロールできるんですよ。で、そこに私はパワーがあると思っていて、それは選択できるんですよ。私たちが。それを受け取るか受け取らないかは。でも、人間って弱い生き物だから、言われたこととかに影響を受けると思うんですよね。私もそうだから、すごく、そういう繊細な人の気持ちもすごくわかるんだけど、いろんな本を読んだりとか、そういうセラピーとかに行ったりして気づいたのは、あ、それ私のものじゃないなと思って。あ、あなたはそう思うんだね。私はそうは思わない。で、いいんですよ。うん。そういうふうに境界線を引くって言うと思うんだけど、ね。set the boundary。境界線を引いていいんですよ。で、自分に、私はどう思うって聞いてあげて、で、いや、私は、それやってみたらいいと思うって思ったらやったらいいんですよ。うん。だから、何が言いたいかというと、みんなそれぞれ違う世界に生きてるってこと。で、みんな言いたいことを言ってる。言いたいことを言ってる。だから私も今言いたいことを言ってるけど、それに、共感する人もいれば、全然共感しない人もいると思うんですよ。マジで何言ってんのこいつって思ってる人もいると思う。なんか、ミクこういうこと一人でなんか喋ってて、本当気持ち悪いって思ってる人もいるかもしれない。そういう人がいてもいいんですよ。だってそれはその人のフィルターを通して見たことだから、それでいいんですよ。だってそれはその人の自由だから。そう、でも、そういうふうに人のことを思うってことは、まあ、言い方を変えると、その人は、そういう世界に生きてるってことですよね。だから自分のこともそう思ってるってことですよね。うん。なんか、なんだったかいな。ちょっといい名言たくさん聞くんだけど、いつも忘れちゃうんだよね。なんか例えば、みかんをこうやって絞るじゃないですか。みかんを絞ったら、そのみかんの中身が出てくるじゃないですか。そういうふうに、その人から出てくることって、その人の中にあるものだと思うんですよね。だから例えば、嫌なことを言ってくる人がいるじゃないですか。まあいろんな人がこの世界にはいますから、
嫌なこと言ってくる人がいたとしたら、それってその人から絞り出たものじゃないですか。ってことは、その人はその世界の中で生きてるから、結構苦しんでると思うんですよ。でも、それはあなたとは関係ない。それはみんなとは関係ない。だってそれはその人が選択してそういう世界で生きてるわけだから、それに影響を受ける必要は全くないんですよ。だって、私たちはみんな自分で自分のフィルターとかどういうふうに世界を見るかっていうことはコントロールできるから。だから、本当に私最近思うんだけど、楽しいなって思ったら楽しく思えてくるんですよ。昔は、これまた違うトピックで話したいんだけど、もう簡単に話すと、10代の頃は、苦しかった時は、人生何なんだろうって思ってたんですよ、私。なんでこんな苦しいんだろうって思ってたから、本当になんかもう、苦しいフィルターで世界を見てたんですよね。10代の頃、14歳から18歳とかぐらいまで、4年、5年ぐらいかな。だから見えてる世界はグレーだったんですよね。フィルターがグレーだからグレーだったんですよ。で、そうだね、19歳から、24歳ぐらいまでかなは、人生は遊び場だと思ってたんですよ、私。Life is a playground だと思ってたんですよね。遊ぶところだと思ってたんですよ。本当に楽しんでたんですね。で、24歳から29歳ぐらいまでは、まあ30ぐらいかな。Life is a school. 人生は学校だと思ってたんですよ。なんかその人生のフェーズによって私のフィルターも変わってたんですよね。で、なんで人生は学校だと思ったかというと、結構苦しいことがたくさんあったからなんですね。だからその学ぶところなんだって思ってたんですよね。で、それはそれでよかったし、それは本当に必要な経験だと思うんだけど、今私が思うのは、人生は、マリオゲームだと思ってて、人生は遊ぶところでもあるし、マリオゲーム、本当に、そうだね。だから人生は遊び場っていう風になんかもう楽しいだけっていう10代の考え方とは違って、マリオゲームだと思う理由は、クッパがいるから。人生にはやっぱりクッパみたいにチャレンジがあると思うんですよ。でもそのチャレンジも楽しいからするわけじゃないですか。まあその苦しいこともあるけどね。苦しいこともあるし、大変なこともあるけど、それすら、次のステージに行くためのクッパ。クッパのことを海外ではバウザーって言うんだけど、日本語ではクッパだからクッパっていうね。クッパなんですよね。だからそれを乗り越えるとまた違う、ステージに行けるじゃないですか。っていうことはそのチャレンジも、まあ、ずっと楽しいわけじゃないけど、乗り越えたらまた違う世界が見えてくるっていうこと。だから、ゲームをすればいいんですよ。プレイすればいい。遊べばいい。で、自分のゲームをしてない人は、まあいろんなことを言ってくるかもしれない。でも、それは、その人が自分のゲームに集中してないから、自分の人生に集中してないから、他の人のゲームに口出しをしたくなるんですよね。暇だから。でもその人たちはほっとけばいい。みんなはみんなのゲームをすればいい。って私は思います。なんかめっちゃ熱く語っちゃったけど、でも本当に最近思うんですよ。もうなんかみんなありのまま自分らしく生きるのが一番いい。一番いい。で、それをするために必要なことが物事を個人的に受け取らないこと。あ、その人はそういう考え方で生きてるんだな。それでいいじゃん。私はどうかな？私もそう思うなって思うんだったらそれでいいと思うし、いや、私はそう思わないなと思ったら、それでいいし、本当にその受け取るか受け取らないかは自分次第。
だから、物事を個人的に受け取らなくてもいい。みんな、それぞれ自分のフィルターで世界を見ていて、みんなそれぞれ自分の世界に生きてると思うから、その人の世界ではそれが当たり前。でも私の世界ではそれが当たり前じゃない。で、人間関係で大切になってくるのは、その人の世界を知ること。例えばパートナーだったり、人間関係、友人関係だったり、親子関係、親との関係だったりもそうだけど、その人はどういうフィルターでこれを見たのかなっていうふうに興味を持つこと。どういうふうに感じたのとか、なんでそういうふうに感じたのっていうふうに質問すると、その人がどんなフィルターでそれを見たかっていうのが理解できるから、もっとその人の世界とか、その人のトラウマとか、その人の考え方がわかるから、それをわかると思いやりも持てる。あ、そっかって、そういう風に見えたから悲しかったんだねとか、あ、そういう風に見えたから傷ついたんだね。でも私はそういう意味で言ったんじゃなくて、本当にただ、伝えたかっただけとか、本当に大切だと思ってるから言いたかっただけだよっていう風にコミュニケーションも取れるし、そういう風に、人は全然違うフィルターで世界を見ているっていうベースの考え方があったら、逆に面白くなってくると思うんですよね。例えば喧嘩しても、喧嘩した時ってその自分のフィルターで正しいとか、これは当たり前だって思ってることがあって、それに一致してない、それにマッチしてないから、イライラしたりするじゃないですか。でも、その相手のフィルターはまた全然違う。もう相手は違う宇宙で生きてると思うんですよね。もう different universe。different universe に生きてるから、その人の宇宙、その人の世界を理解するためにコミュニケーションがあると思うんですよ。でも、喧嘩した時に私のフィルターが正しい、私が思ってることが正しいっていう考え方で話すと喧嘩になっちゃう。戦争になる。でも、あなたはどう感じたのとか、なんでこういうふうに言ったのとか、アタック、攻撃するんじゃなくて、そのフィルターを理解しようとすると、結構そのフィルターの奥にあるのは、なんかすごい深い話してるけど、そのフィルターの奥にあるのは愛だったり、昔の傷ついた経験があったり、そういうことが理解できると、それが思いやりにつながる。思いやりになるんですよね。だから、本当に人間関係でも、相手が違うフィルターで世界を見ているっていうことを意識してコミュニケーションを取ると、自分のフィルターを押し付けることがない。喧嘩するときって自分のフィルター押し付けるじゃないですか。いや、これは普通はこうじゃん。普通はこうじゃんって言うから、喧嘩になるし、相手のことも理解できないし、で、お互いに普通はこうでしょ普通はこうでしょっていうふうにするから理解できない。理解し合えないと思うけど、普通ってないから、普通は本当にない。その人によって違うから、その普通は。だから、私にもフィルターがある。あなたにもフィルターがある。あなたはどんなフィルターで世界を見てるのっていうふうに、コミュニケーションを取ったり、聞いたり、興味を持ったりすると、もっと絆が深くなるし、もっとつながりが深くなると思うんですよね。で、そこに、私は、なんだろうな。それが美しいと思う。そこに私は価値があると思うんですよね。そのお互いの世界を見せ合う。お互いの世界を理解する。で、それをシェアし合うことで、
また違う視点で物事が見えるようになるし、自分の、心ももっと柔軟になっていく。もっと柔軟になるっていうのはね、flexible っていう意味なんだけど、your heart will be flexible. 自分のマインドかなyour mind will be flexible that way. そうすると、もうちょっと思いやりのある関係性になるし、で、それを人とするためには、まず自分とそれをしないといけない。自分にも思いやりを持って、自分にはどんなフィルターがあるのかなとか、自分はなんでこういうふうに感じてるのかなっていうふうに、自分のことを、自分のことを聞いてあげるとか、自分のことを理解してあげると、それが他の人にもできるようになると思います。私は昔は自分とそれができなかったから、その昔のパートナーともそれができなかったし、友達ともそれができなかったりしました。でも自分とそれができるようになってから、他の人ともできるようになったから、まあね、間違うことは人間だからたくさんあるけど、ちょっとずつそれを今学んでいます。はい。ということで、ちょっと個人的に受け取らないことからなんかいろんな話になんか変わっちゃったんだけど、こんな感じでフリートークしてる動画好きですか皆さんはい。ということで今日も見てくれてありがとう。また次の動画で会いましょう。またねー。